皆さんこんにちは。本日は、イタリアの南側レッチェというところに用事ができたので、ノルウェーからなんと車ではるばる3日間かけてやってきました。最初は目的地の南イタリアだけレビューしようかなと思っていたんですけれども、北側も有名なベネチアとかミラノとかに行くわけではないので、他の YouTuber さんの Vlog とかと違って、特別なものになるかなと思い動画を作ってしまいました。ひたすらドライブをして疲れたので、早速こちらが本日のお宿です。ホテルはアルベルデといって、オーストラリアからは少し遠いんですけれども、スイスとの国境から20キロぐらい離れて、車で30分ぐらいで行ける場所にあります。ホテル&リストランテと書いてあるので、1階のロビーはレストランになっていました。チェックインを済ませて2階に上がっていくとお部屋があります。寝るのが目的だったのでいいんですが、鍵のついた木のドアを開けるとベッドがあってシャワーがあって、最低限という感じでした。周りにはコンビニもないので、夕食はホテルのレストランでいただきました。ミックスグリル、ポルチーニ茸のリゾット、カプレーゼと飲み物で76ユーロでした。日本円で12,000円ちょっとぐらいになります。レストランの感想は美味しくて感動の嵐でした。ノルウェーでリゾットといえば、お粥ですけれども、あったとしてもお米に砂糖とミルクを入れてシナモンをお好みでかけるものが主流で、私が望んでいたものじゃなかったんですね。ですがこちらはキノコから染み出る旨味が本当にたまらなかったです。久しぶりにちゃんと調理されたものを外で食べたなという気持ちになりました。ノルウェーでは例えばサーモンを頼むと、オーブンで焼かれたサーモンと野菜がドーンと出てきて塩かけて食べてっていう感じなので、料理っていう料理は本当に久しぶりでした。朝です。昨夜到着した時は真っ暗で外が何も見えなかったのですが、ベランダからの景色はこのようになっていました。北イタリアといえばレイクコモ、湖が有名ですが、距離の割に全然宿から見えなかったです。高低差があるので木々に湖が隠れてるのかなと思います。気になるイタリアの朝食はじゃーん、めっちゃスイーツビュッフェみたいでした。甘いチョコレートのタルトやらケーキやらクッキーも置いてありました。しょっぱいものは強いて言うならクロワッサンとゆで卵、ハム、チーズぐらいでした。景色が壮大でとても綺麗だったのでテラス席で食べていたんですけれども、久しぶりに蚊に刺されました。ノルウェーでは森に入らない限り蚊がいないので、ここ1年蚊に刺されたことはなかったです。朝食を終えてさらに南へと向かいます。部屋のベランダからは見れなかったコモレイクがこちらです。あいにくの雨で残念ながら湖を見ることは断念しました。古くからレイクコモはリゾート地として知られていて、富裕層の別荘地としても人気だそうです。湖畔には美しい庭園、ここが行きたかった場所なんですけれどもがあって、いつか晴れたらリベンジしたいなと思います。今右手に標識見えたの見ました？こちらがスピードカメラがあるところなんですけれども、ここを走るときは現地の人は結構減速するみたいです。ミラノ空港に向かうであろう飛行機が見えます。高速道路は ETC が導入される前の日本のチケットのような制度でした。ゲートでチケットをもらったらそれをなくさないようにして次の出口で、支払うという感じです。
支払いにはクレジットカードが使えました。なぜ高速を降りたかというと、車をチャージしなくてはならないからです。ノルウェーから EV テスラでやってきました。驚いたことに、なんとテスラチャージャーがガラガラ1台も止まってませんでした。確かにイタリアに入ってからテスラを1台も見てないような気がします。テスラだらけのノルウェーとは大違いです。またこちらには妊婦さん優先のパーキングエリアもありました。チャージしている間は併設しているショッピングモールを見てみたいと思います。ノルウェーにあるテスラスーパーチャージャーはマクドナルドやバーガーキングに併設していることが多いので、または何もないですかね。なのでこういった少し楽しみがあるのは本当にありがたいことです。外が暑かったので涼しい電気屋さんに入ってみましたが、ノルウェーで手に入らなかったケーブルをゲットすることができました。ノルウェーの電気屋さんより圧倒的な種類でした。ノルウェーではにぎわっているバーガーキングがイタリアではガラガラでした。それだけレストランの種類が豊富なのかなと考えさせられました。再び高速道路の入り口ですが、電気自動車で来ることをお勧めしません。なぜなら毎回高速道路を出て降りて出て降りてをやらないといけないからです。乗りっぱなしだったらもう少し高速料金を抑えられるような気がします。はい、というわけで今はフィレンツェの方向に向かっています。フィレンツェは大学時代に行ったのですが、ドゥオモやボッキオ橋で有名ですね。やることが街歩きぐらいだったので、当時は一緒にいた友達とずっとツーショットを撮ったりなんだかしてましたですが、今回は車で行くということもあって、皆さんが想像されているような有名な観光地ではなく、アウトレットに行きたいと思います。イタリアといえば有名なブランドがたくさんありますよね。プラダ、グッチ、アルマーニ、ベルサーチ、ドルガバ、バレンティーノ、フェラガモ、ブルガリ、トッズ、もう上げていけばキリがない。今回は中でもスペースアウトレットといってプラダとミュウミュウが入っているアウトレットに入りたいと思います。アウトレットまではまだ距離があるので、サービスエリアに行って少し食べ物を漁りたいと思います。嬉しいことに北欧と違ってイタリアには日本のようなサービスエリアがあります。とは言っても日本の綺麗なサービスエリアにはかなわないようでした。大きな観光バスが止まっていたのもあって、お店の中はギチギチぎゅうぎゅうに人が集まってました。サービスエリアといえばお土産ですが、なんとこちらのワインは3本で13ユーロでした。日本円にすると約2000円ほど。これはノルウェーでいう一番安い赤ワインの1本あたりの価格だと思います。ワインを見ている時になんかきつい匂いがするなと思ったら、サラミがむき出しで置いてありました。生ハムやピザも売ってあって、言われなくてもどこの国のサービスエリアかパッとわかりますよね。サービスエリアのピザは1枚7ユーロ、日本円にすると1枚1200円、1100円ぐらいになります。少々お高めですが、その場で作っているようなふかふかのピザでした。ブランドの話に戻りますが、ノルウェーではファッションに興味があるというよりは、サステイナブル、環境にどれだけ配慮しているかとか、その寒さに強い実用性を重視しているので、だからこそ私が北欧に住む日本人としてノルウェーから海外旅行に行った時にこういう楽しみ方をするんだなっていうのを楽しんでいただければと思います。ところで現在の時刻、意外に明るくて早そうに見えて、もう6時半なんですね。こちらのアウトレットの営業時間が朝の10時から夕方の7時までなので、残りに30分ちょっと駆け足で見ることになりそうです。こ
ちら右手に見えるのがスペースアウトレットです。工場と併設していてすごい広大な敷地になっています。車での入り口がちょっとわからなかったのですが、この建物の向かい側にありました。この外観で一体店内はどんな感じなのかなとワクワクでしたが、しっかりプラダとミュウミュウが入ってました。お店に入って左手に行くとメンズものが、右側に進むとレディースが売っていました。キラキラしたものを見るとテンションが上がりますね。日本では見たことないようなカラーバリエーションに興奮するのと、あと値段が魅力的すぎて感動しました。日本で7万円するようなものが3万円ぐらいになっているイメージです。半額よりもう少しお得かなという感じです。スカーフが欲しかったのですが、気に入ったデザインのが見つからず断念しまして、やんわりと探していたサングラスコーナーは時間が遅いせいか閉まっていました。靴は物によっては250ユーロくらいで、日本円にすると約4万円ちょっとぐらい。日本で買うと10万円以上すると思うので、サイズが見つかればラッキーだなと思います。お洋服もたくさんありますが、ノルウェーではクリーニング店を見かけないので買わないです。なんとこちらのカバンは私が日本で買おうとしていたものにとっても似てます。結婚式に呼ばれるお年頃なので、なんか一ついいカバンが欲しいなと思ってたんですね。日本だとこれ30万円ぐらいするんですけれども、全く同じのじゃないです。こちらではなんと20万円でした。普段淡い色の服が多いので、合わせるなら差し色かなとも思ったり、もうちょっと考えたいと思います。そういえば考える時間なかったので、別のものをささっと買ってお店を出ました。本来であれば入り口のところで整理券を取って入る仕組みになっているそうです。訪れた際は皆様お忘れなく。季節は9月、8時頃になってようやく日が暮れてきました。可能な限り南へと進んでいきます。本日宿泊する宿は山のど真ん中にもかかわらず、日本人のレビューがあるところなので、すごく信頼できそうです。実は海外の宿を探すにあたって日本人からのレビューってすごく大事で、なぜかというと外国人と日本人の綺麗、清潔感、衛生観念に対する価値観が全然違うからです。確かにレビュー通り宿は大当たりでした。大当たりってほどでもないですけど、清潔感に問題がなくて、騒音もなく、オーナーの方も優しそうな人でした。本日の進捗600キロほど運転したので、早く寝たいと思います。こちらがお部屋からの景色です。ロードトリップ中はどうしてもホテルに着くのが夜になってしまうので、朝景色を見るのが恒例になってます。こちらは朝ごはんです。1軒目と同様になんだか甘いケーキがたくさんあります。水が置いてあります。イタリアのホテルではノルウェーのように水道水が飲めないので、飲まないようにしてください。ちなみにイタリアの水は硬水です。こちらのホテルはレビューにもある通り、結婚式の二次会などが行われるとのことで、教会みたいのがありました。私が泊まった時はそうしたイベントなどはなかったため、ほぼほぼ貸し切りの状態でゆっくりと朝ごはんを楽しめました。朝食会場から見えるこちらの景色は農場とのことです。映画のワンシーンみたいですごく綺麗です。ドリンクと卵料理はシェフが持ってきてくれました。この何の変哲もないこの卵焼きがすごく美味しくて、
なんでですかってで聞いたところ、そこの農場から取ってきたばっかりだよって言ってたので、なるほど、これは新鮮だからかと思いました。お茶碗に入ったパンも出してくれました。朝ごはんの後は食休みも兼ねてホテル内を散策したいと思います。こちらのロビーで、昨日払わなかったホテル代を払わせてもらいまして、奥に進むとこんな感じでソファーが広がっています。昨日は到着した時間が遅かったというのもあって、オーナーからただただ部屋を案内してもらったんですけれども、こんな感じでまさか迷路みたいになってるとは思いませんでした。こちらのホテルは結婚式でもよく使われると言われている通り、イタリアの結婚式ではこんな感じのビラやレストランが多いので、豪華というよりも自然美や歴史的な雰囲気を重視するそうです。日本の高級ホテルと違ってイタリアの会場は伝統的で素朴な美しさを生かしたデザインが特徴的なので、まさにちょうどいい場所だと思いました。さすがイタリア、ワインボトルがたくさん置いてありました。チェックアウトを済ませてエントランスを抜けるとプールがありました。着替えスペースがないので泳ぐのを諦めましたが、9月にして気温35度もあるので入りたかったです。私は10度の世界、ノルウェーからやってきたので、夏でもプールに入りたくなるほど暑い日はないですね。今回泊まったホテルは1軒目と同様、実は意外と標高が高いんです。結構イタリアの中では田舎の部類に入るかと思いますが、街並みはとてもカラフルで可愛いです。山のふもとのテスラスーパーチャージャーに到着しました。やはり車が見当たりません。テスラや電気自動車がイタリアで普及してない理由としては、おそらく日本と同様道幅が狭いからかなとも思いました。あとチャージャーが圧倒的に北欧と比べて少ないです。食料を切らしていたので、近くにあった超ローカルスーパーにやってきました。気がついたのですが、ノルウェーに比べて一つの食べ物の種類が多い、ブランドが多いっていうことですのと、ノルウェーのスーパーマーケットとも大きな価格の差があるので、ちょっと紹介させてください。まずはワイン、見てください、この種類の多さ。さっき寄ったサービスエリアでもだいぶ安いと思いましたが、ここはサービスエリアの半額ぐらいで売ってるので本当にびっくりです。ノルウェーでは種類専売店でしかワインは購入できません。またイタリアではパスタを調理するための調理器具が多いような気がしました。小さなスーパーなのに品揃えがすごい。そしてノルウェーではありえないのがこの水の価格です。37円、すごい。ノルウェーだと大きさにかかわらず500円ぐらいします。こちらはうさぎ肉でしょうか。うさぎを飼っているのですごく心が痛むんですが、ノルウェーでは見かけない食材です。イタリアといえばパスタの本拠地、通路1列分全部パスタが並んでます。続いてこちらは卵コーナーです。 1.73 ユーロなので日本円にすると300円ぐらいになりますが、ノルウェーだと同じ量でも5、600円、高いと700円ぐらいするのでだいぶ安いと思います。結局お土産と5000円分ぐらいの買い物をしましたが、ノルウェーって多分同じ量を買ったら2、3万円ぐらいするんじゃないかなっていう量でした。なのでお買い物はすごく楽しかったです。多分私買うことが好きなんだと思います。もちろん使うのも食べるのも好きなんですけれども、消費全般浪費ですかねが好きです。というわけでまだまだ南に到着していないので、これからもドライブを続けたいと思います。ノルウェーの日常と題してますが、こういった非日常も楽しんでいただけたら幸いです。それではここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。